Hello everyone, this is Colin's channel. ロサンゼルスに来て無事就職できました。暑いから一回脱いでいい。毎回あるこのくだり。ジャケットの下はちびまる子ちゃん T シャツです。いやー、あれだけ動画で就活がどうのこうの、面接がどうのこうのお話ししてたので、無事就職できたというご報告を今日させていただこうと思います。あとコロナにかかりました。あともう一つお仕事を見つけました。いろいろあるので内容山盛りになるんですけど、病み上がりのこのカスカスの声の状態でお仕事探しについてと今働かせてもらっている場所についてお話ししようと思います。就活は主にネットでやってました。っていうかネット以外やり方わかんないんだけど、令和がある。シンガポールよりはるかにハードルが高い。やっぱりコンペティティブなんですよね。私みたいな人何百人何千人もいるから、映画やりたいなってのこのこロサンゼルスに来る子たちと一緒に戦ってなんとかポジションをゲットしなきゃいけない就活の醍醐味だったんですけど、履歴書も提出しまくって、カバーレターっていう論文みたいなのも書きまくって提出して、あとはエージェントにも紹介してもらって一緒に手伝ってもらったりしたんですが、結局は到着した日の夜ホテルで、就活やってたんですけどその時に応募したものが2週間後ぐらいに返事来てインタビューやって受かりました。ありがとうございます。私はいつ仕事を見つけることができるんだろうと悩んでたあの頃が懐かしいです。本当にお仕事見つかるとは思わなかったから、自画自賛っぽく聞こえるかもしれないけど、自画自賛じゃなくてただ衝撃です。I can't believe this actually happened and I can't believe I'm working. I know it's been like 2 months, but it feels surreal. どんなお仕事かっていうと、タレントモデル事務所のエージェントのアシスタントです。そう、映像とは直で関係ないんだけれども、どうやってキャスティングが行われるのか、裏の仕組みを全部知ることができて非常に興味深いです。ちなみに私の役目は主にタレントになりたいっていう人たちのプロフィールを作るお手伝いみたいなサポート係で、役者志望の方とかモデル志望の方とかどんどん事務所に応募してくるから、面接から契約書のサイン、そして手続きまで全てやっています。まさか私がスター性があるかどうか見極める側になるとは思わなかったので、面接中なんかタレントになりたい俳優の卵も緊張してるし、私も緊張してるし、お互いあだあだみたいな感じなんですけど、楽しく勉強させてもらいながらいろいろお仕事やらせてもらってます。はい、すべてリモートで自宅でやっています。このお仕事に応募したのは4月末で、5月頭ぐらいに確か返事が来て、でその時ちょうどシカゴに行く予定だったんですね。でシカゴから帰ってきてから3日間お試し期間として働かせてもらいました。正直私が 100% やりたいことではないけど、ロサンゼルス生活のハードルが高すぎるから、とりあえず就職しようっていうことでOK して就職することになりましたので、実質働き始めたの、オフィシャルに働き始めたのは5月末ぐらいからです。6月の動画でも就活してるって言ってなかったと思った方、すみません。かなり時系列がバラバラで、ニートで暇な時に取りだめした動画を6月になっても7月になっても投稿していました。なぜそんだけ取りだめしてたか、理由はもう一つバイトを掛け持ちでやっているからです。こちらも5月に応募して即受かりました。バイトなんで映像とは全く関係なく、飲食店でトイレ掃除からお会計からいろいろやっております。要は平日の9時から6時まではフルタイムのそのタレント事務所でのお仕事、7時から1時ぐらい深夜はその飲食店でのお仕事、あとは週末も日中働かせてもらってます。ちなみに超健全な飲食店なんでご安心ください。カリフォルニアを代表するチェーン店とでも言っときましょうか面白いですよ。飲食店で働くの初めてだから新発見が多くて、なぜバイトとフルタイムを掛け持ちしてるかっていうと、大学卒業しても基本最低賃金からお給料はスタートします。映像関係、私の友達も全員そうだったし、私もそれは想定内だったので、このままじゃ絶対生活していけないと思ってバイトにも先に応募してました。そのバイトは飲食店だったんで、ポリシーの動画とか見てたり、あとは食べ物を安全に扱う証明書、ちょっとした試験みたいなのがあったので、その勉強もして、ちゃんと食べ物を扱ってもいいよ、この人は大丈夫だよっていう印
ステータスをもらいました。5月末からは昼と夜のお仕事で目いっぱいで、もちろん両方とも私初心者だから失敗しまくるし、指摘されまくるし、気分も落ち込んだりいろいろあったけど、結局は自分が決めたことだし、楽しいことには変わりはないので、全くストレスだとかもうやめたいっていうのは今のところないです。今のところリモートワークはやったことあるけど飲食店はやったことなくて、で皆さん覚えてますか？私の夢、お会計やること。その夢が叶ったんですよ。しかも入社3日目ぐらいからじゃああなたお会計担当ねって言われて、お会計やるんすか？私初心者なのにって思いながらパチパチお金計算したりしてました。アメリカの人たちってフレンドリーな方は本当にオープンで優しく、ありがとう、感謝してるよと小さなことでも言ってくれるんですね。だからバイトの私なのにこちらこそありがとうって思うんですけど、中にはやはりクズなお客さんもいます。特に深夜時間はハイな方たちとか被害に遭いそうになったこともあったこともこれっぽっちもないんですけど、 You know like how some people try to talk about their day or how some people try to be so funny, but I'm just a part-time worker trying to get your order, so I'm like okay, you're so funny これはアメリカに限らず日本でもあると思うんだけど、自分超面白いって思ってるおじさんいますよね。全然面白くないからもう話すのやめてって言いたくなります早速愚痴。毎晩7時から1時までお仕事するのはさすがにしんどいんで、そこはバランスをとって、週4とかにしています。最初の方はほぼ毎晩でした。 IKEA の家具買ったりお家のことだったりいろいろ出費が重なっていたので、毎晩バタンって感じで動画の投稿頻度もかなり減ってたと思うんですけど、今は割とチルですチルなのはコロナにかかったからだよね。そう、これも話さなきゃいけない。しんどかった。私は先週の日曜日にかかって5日間ほど陽性で、多分もっと早くから陰性だったと思うけど、検査キット高いからその日曜日と今週の金曜日しか検査しなかったです。コロナにかかったからもちろん飲食店のお仕事一旦ストップで、毎晩ゆっくりぐっすり眠っておりますかなり回復しました。精神的にもかかってしまったことによってたくさんの方にご迷惑をおかけしたのは申し訳ないと思いますし、ワクチン3回接種済みでも高熱や延々と続く咳、息切れ、鼻水などなどいろんな症状を体験したので、渡航が復帰した中、夏休みが近づくにつれ皆さんもご体調には気をつけていただきたいなと思います。I need to take care of myself more, definitely. Of course, jobs are important. I have to make a living here in this hella expensive place. Oh my gosh. But I also have to take care of myself because アメリカの医療ほど贅沢なものはないので、本当に気をつけようと今自分に誓いました。気をつけます。結論から言うと、タレントモデル事務所でのお仕事と飲食店のバイト、あともう一つお話ししてなかったのが家庭教師、Zoom でまだ日本語を教えているので、そのバイトもやっています。これは週1とか週2なんで、他のお仕事と比べると圧倒的に時間は少ないんですが、その3つで私はなんとか暮らしておりますって感じです。おいおい、ありのように働いてこの先何目指してるんだいと思った方もいるかもしれませんが、そうね、まずは車を買いたいんで、そのための貯金だったり、あとは日本にも行きたいんで、そのための貯金も持っています。日本には2年以上行けてないんで悲しい。あともう一つ問題発見。この動画撮ってて致命的だなと思ったことは、日本語のスピーキング力が圧倒的にガンと下がりました。これはもうどうしようもないよね。だって日本語話す相手一人もいないもん、このカメラ以外。しかもレスポンスがないから、自分が一方的に話してミスしても気づかないままベラベラ話してるから、かなり危機は感じております。唯一の救いは日本のバラエティ番組だったり、日本語で動画を投稿しているクリエイターさんの動画を拝見するぐらいしかないんですけど、それってパッシブラーニングじゃないですか。自分は積極的に話してないから劣ってんなと思います。日本人の方、日本語話せる方と LINE で電話しようと思います皆様ご協力お願いします。以上でロサンゼルス生活が始まって2ヶ月半ほど経ったんですが、お仕事も順調に働かせてもらっていますし、
なんとか生活もできております。コメントでよくいただいたのがロサンゼルスの物価問題でも、最低賃金も割と高くて、日本の初任給は20何万円だと思うんですが、ここでは35後半から40万が平均なので、友達とかに聞いてもそれぐらいだったんで、がっぽりもらうしがっぽり持ってかれるっていうのが現状です世界って面白いよね。こんなにも地球の反対側は生活が違うんだな、基準が違うんだなと日々驚いております。だからリモートワークとか自炊してるところとかはシンガポールとほぼ生活変わんないんです。長くなってしまいましたが、近況報告とコロナ報告でした。最後までご視聴ありがとうございます。ではまた、バイバイ。